もし怖い人がいたら。平気だよ。街に行くと人さらいが出るって誰かが。試着室に穴が開いてて袋詰めにされて裏口から担ぎ出されちゃうの。聖さんでしょ、それ言ってたの。もうすぐ面白半分に人を脅かすんだから、よく言っておかないと。内政面での検索の前に自分たちの目で街を見回っておくんじゃなかったの？二人でなら平気だよ。手をつないでいこう。そうだ。いざという時のためにお金は別々に隠し持ってた方が。平気、靴の中に隠してあるから。さすがの起点だね、シュリちゃん。備えあれば憂いもないよ。使い走りなどではなく、めそうもございません。ご主人様にお買い物を頼むなんてめそうも。2回言っちゃったよ、ひなりちゃん。実はその前に、先の大将、心よりお喜び申し上げます。領内に流れ込んでくる民は日に日に増すばかりでして、その中には盛況な若い方も多く、必ずや我が国の礎に。失礼いたしました。そのことで、商いを営む旅の者からも、できれば領内に店を構えたいという声が上がっているとのことです。領内はかつてない熱気に満ちています。この熱を冷ましてしまうことのないよう、祭りごとをもって盤石の体制を、というのが私どもの考えです。そこでひなりちゃんと2人で町の実情を視察に行こうという話になりまして。ご主人様のご信頼を賜る軍師として当然のことです。町へですか？聞いてたんですか？2人ですよ。おぶって逃げられるんですか？
人の上に立つ者は言葉に偽りを混ぜてはいけません。必ず二人とも守ってくださいね。すごい人です。本当だね。お店もたくさん立って。この辺りでは見ないような品まで。ああいう装飾品は都から流れてきてるのかな。市は国の顔と言えるものです。滝があるのはとてもいいことですね。夜になれば人が引くというのは、治安への不安がわかりやすく現れているのでは。物取りや恐喝を取り締まるための警ら隊は組織しているはずですよね。位置は拡張しているんです。人の出入りもこれから活発になっていく中、手が回りきらないと、いえ、少なくとも市の皆さんは行き届いていないと感じているということでしょう。食べ物を出すお店の周りにあんな風に屋台を密集させて、危ない。もし火が出たらあっという間に燃え広がるね。きちんと指導しないと。他国の艦長がもし出入りしていれば、城よりこちらを付け入る隙と見るのは間違いありません。至急、詰め所の増加に取り掛かりましょう。回せる兵員には限りがあると、軍部からは言われてしまうかも。町で自警団を組織してもらうのが一番かな。お給金は？市から徴収するお金の中で工面すれば、なんとか。税収は減らせないでしょ。町を守るためです。別途の枠を作って協力を仰げませんか？貴族意識が希薄になるのが怖いかな。自分たちで市を営んで高い金を払って自警してるって。すいません。二人でお話ししてしまいました。それが私たちの仕事です。ご主
主治医様の資質の問題ではありません。国、民、天下、いずれも人一人の手に収まるものではないでしょう。天下の名将が力と知恵を寄せ集めても思い通りにはできません。天下を我が手に、この私の才覚が世界を正しい方向へ導く。そんな考えは思い上がりです。人一人を思い通りに動かすことさえ神の手にも余る所業と私は考えます。まさかご主人様はこの俺の手でなんて考えてはいらっしゃいませんよね。はい、ご主人様はたくさんの力を必要としてくださいます。それが私があなた様をご主人様と呼ぶ理由です。シュリちゃんの口癖ですね。人の上に立つ者の資質。豪傑でも地望の人である必要もない。何かができる人は他人にそれをさせたがらず、自分を上回る才覚を妬む。君主の資質とは、他人の力を借りて自分の力にできることなんだそうですよ。大変な失礼を。ご負担でしたか？ご主人様のそういうところが素敵ですよ。私とシュリちゃんの目に誤りはありません。あなたこそこの天下に安寧をもたらす方です。大願成就の日まで私たちがご主人様の血となり手足となることを誓います。お茶ですか？素敵です。お外でお茶なんて、私、緊張です。うまく喋れなくなります。この頃が一番混むというご主人様のお話の通りですね。人の行き来が活発になってきました。本当に。平気です。美味しいです。
りちゃんったら、うっかりなんだから。舌がヒリヒリします。ありがとうございます。ニラ、何ですか？皮はパリッと、中はもっちり。甘さもさりげなくて、お見事です。見てないで。これ本当に美味しいよ。ひなりちゃんもあーん。美味しいでしょ。私もこれすごく気に入っちゃった。二人でこうやってお茶とお菓子をいただいてると学生時代を思い出すね。あの頃はよく教室のみんなで集まってお茶をいただいたりしていました。よくお茶会をしました。教室のみんなや先生ともご一緒して。私とひなりちゃんのお友達に玄直ちゃんっていう子がいてですね。玄直ちゃんはすっごくお菓子作りが上手なんですよ。ご存知ないですか？女書玄直ちゃんです。あの子も王座の才と呼ぶにふさわしい知略家なんですよ。ご主人様にも一度玄直ちゃんのお菓子を召し上がっていただきたいですね。シュリちゃんが作ればいいんだよ。ご主人様、シュリちゃんもとってもお上手なんですよ。私なんて全然玄直ちゃんの足元にも及びません。その玄直ちゃんに免許皆伝って言われてなかったっけ？あれはお別れの時だったから採点が甘かったんじゃないかな。もうご主人様、召し上がってもいないうちから調子がいいんですから。では気を見て、その時までに練習しておかないと。あんまり
りたくさん食べたら太っちゃうかも。どうしよう。平気。シュリちゃん細いから。嘘だよ。そういう優しさは優しくないの。